緊急速報。教室という閉鎖された実験場で承認欲求をめぐる仁義なき階級闘争が勃発。人気者という名の怪物をハックしようとした少年の涙と計算違いにまみれた生存戦略の全貌を今夜スクープ。はいはい、国語対話へようこそ。今回は森江戸先生の人気者の秘訣を特集するですし、見てください、この画伯は新作。主人公のキラキラした憧れをこの極彩色のドロドロした渦巻きで表現してみたんですけど、どうですか？これぞ芸術と太い。富豪 MCC、 これは界隈がざわつきますよ。この不気味な色彩、単なる憧れではありませんな。教室という閉鎖空間で互いの承認欲求を貪り合う孤独の壺のメタファー。つまりこの作品がハートフルな道徳ではなく、精神を削り合うサイコホラーであることを示唆する実に見事なフラグ。はいはい、時間切れ。解説長いし、とっとと本編いくで。スタート。さあ、ここからは真相究明のコーナーです。ポップで可愛い児童文学の皮をかぶった仁義なきスクールカーストの闇を暴いちゃいますよ。富豪 MCC、 覚悟はいいですかな。ここからは干渉を排したスペック監査の時間です。まずターゲットである小松くんと僕の戦力差についてですが、バレンタインのチョコ獲得数が1個対27個。これは異常値ですぞ。27倍の格差。小学生にしては残酷すぎる数字だし、でも小松くんが人気者ってことですよね。いえ、学術的にはそうですが解釈違いですね。これはクラスという閉鎖証券における売上ノルマの達成報告に過ぎません。小松くんは生徒ではなく指名を取り続ける夜の蝶。そしてチョコを貢ぐ女子たちは彼の笑顔という対価を求める太客なのです。太客？なんやその言い草。クラスメイトを夜のお店の常連みたいに言わんといて。人間を物扱いすな。事実ですぞ。彼は飾らない自分という商品を巧みに陳列し、女子たちの守ってあげたい欲という財布の紐を緩めている。対して主人公は市場調査もせずに飛び込み営業をかけている新人ホステ。これでは初回嵐にも相手にされませんよ。うぐぐ。要するに小松くんはプロ意識が高すぎて主人公じゃ太刀打ちできないレベルの接客をしてるってことですか？ご名答。さて、そんな圧倒的強者に挑む主人公の努力ですが、見ていられませんな。彼は小松くんの行動を逐一メモし真似をしようと試みます。しかしこれはパチンコ店における典型的な負けパターン。努力してるのにパチンコ？どういうことだし？彼はいつか当たると信じてひたすら観察という名のコインを投入し続けているのです。しかし台の設定スペックが違う以上、彼がどれだけ真似をしても確変は来ない。彼はシステムに搾取されるだけの養分となっていることに気づいていないのです。必死に生きてる子をバグ扱いすな。養分って塩ちゃうわ、人生や。本人は真剣なんですよ。富豪、真剣だからこそ滑稽なのです。彼は小松くんという筐体の攻略法を探っていますが、そもそも彼自身がエラー落ち寸前の低スペックマシン。投資した時間と労力が何も生み出さずに電子の海へ消えていく。ひどい言い方。要するに才能ないのに努力の方向音痴になってて見てて辛いってことじゃないですか。その通り。そしてついに彼は禁断の手段に出ます。小松くんに直接秘訣を聞き出すという暴挙。これは現代の炙り社会において最も危険なコンプライアンス違反ですな。直接聞くのがコンプラ違反？ただの勇気ある行動に見えるんですけど。いえ、これはマッチングアプリで言えば加工バリバリの写真を信じて会ってみたら別人が現れたようなものです。小松くんが提示した秘訣、それは小指を曲げるという一発芸でした。これは有料物件に見せかけた完全なるプロフィール詐称ですぞ。詐称って小松くんは嘘ついてへんやろ。ただのおにぎり食べてる普通の子やろが人間助けに六法全書がいるんか？結果として詐欺的であると言っているのです。主人公は人気者の秘訣という高額商材を期待していたのに、渡されたのは小指が曲がるというジャンク品。しかし恐ろしいことに主人公はこのガラクタをありがたがってしまう。これぞ情報弱ビジネスのきらみ。尊い友情って言ってよ。要するに期待してたすごい答えじゃなくて拍子抜けするようなしょぼい技だったってことですよね。ええ。そして物語はクライマックスへ。主人公はそのしょぼい技を見て感銘を受けます。ここでの勝敗判定は明確です。就職活動に習えれば彼は小松くんのくだらない一発芸を輝かしい学知家として採用してしまったのです。いけい、採用でいいじゃん。2人が仲良くなれとならそれが一番だし、負けんな。感情論は結構、データを見てください。小松くんは小指という無意味なスキル一つで主人公という面接官を籠絡しました。スペックも論理性も必要ない。ただ圧だけで内定を勝ち取った。これは公正な競争ではありません。コネ入社にと等しい暴挙ですな。なんでそうなるの？要するに理屈じゃなくてなんかすごいって思わせた小松くんの勝ちってことですよね。さよう。
そして見串、ここからが本当の地獄です。ラストシーン、主人公はどうなりましたか？彼は家に帰り、鏡の前で必死に小指を曲げる練習を始めます。これは終わりのないサブスクリプション地獄、いわゆる解約忘れの状態です。はあ、解約忘れ。練習してるだけやんか。人気者になれるという無料トライアル期間は終了しました。しかし彼は効果のない小指曲げという月額課金を自分の人生というクレジットカードで支払っているのです。無駄だと気づく通知も来ないまま青春という遺産が溶けていく、見せ場のない損切り失敗例ですな。ちょっと待って、あんたさっきから黙って消えとったらなんやその言い草、いい加減にしいや。ふご MCC 急に何ですかな、その溢れ出る生活指導のオーラは。アホか、外は笑うとこちゃうわがい。あの子がな、必死に鏡見て指曲がらんくて痛い思いして、それでも明日学校で誰かに見せよう思うて練習してんねんで。その時間な、一銭にもならんかもしれんけどな、あの子にとっては宝物やんや。それを解約忘れやと？あんたこそ人間性の定期購入切れてるんちゃうか。理論的にはリソースの無駄遣いであってコスパが不合。コスパうるさいねん。無駄なこと一生懸命やるんが子供の特権やろ。それを大人が横から計算機叩いて損してますよって言われたら、あの子どうしたらええの。まああくまで経済合理性の観点からの話ですからね。あかんわ。あの子明日も学校行くんやろ。小指曲げてみんなに見せて、でも誰も笑ってくれへんかったらただの痛い子やんか。そんなんあまりや。救いがなさすぎるわ。さて MCC が完全に機能停止したところで今回はここまでとしましょう。現実は小説よりきなりと言いますが、子供たちの現実はもっと残酷です。次回はさらに深淵なるバックルームの扉を開きますよ。ひどい話です。でもここからが本当の地獄です。次は禁断のバックルームへ参ります。さあ、ここからは番組の裏コードバックルームのコーナーです。表の授業では絶対に扱えないネットの闇や陰謀論の海へダイブする時間ですよ。不合 MCC、 表向きは心温まる成長物語とされていますが、現代の界隈では全く別の解釈が進行しています。我々がこれから直視するのは、この作品が予言していた現代社会の病理、すなわち効率化という名の地獄ですぞ。効率化？主人公が一生懸命お日様とか風さんに話しかけてたあの努力が現代じゃダメってことですか？あんなに尊いのに。実に見事な伏線ですね。あえて言いましょう。現代のソーシャルゲーム的視点で見れば、彼の行動はクソムーブです。人気者になりたいならなぜ最短ルートの RTA を走らないのです？現代なら課金と炎上という最強の武器があるのに。 RTA ってゲームの早時のことですよね。要するに地道に好感度上げるより金でフォロワー買うかわざと炎上してバズった方が早いってことですか？最低だし。感情論は不要です。主人公は空や風というコンバージョン率が不明な NPC に時間を費やしました。これはビジネスで言えば決済権のない窓際社員に営業をかけているようなもの。実にタイパが悪い。私ならクラス全員のデータを解析し、ターゲットを絞ったエンゲージメント工作を推奨しますな。エンゲージメント工作？なんかスパイ映画みたいになってきた。つまりターゲットの趣味思考を AI で分析して気に入られるセリフだけを吐き続けるロボットになれってこと？ご名答。小松くんの真似をする必要などないのです。現代のテクノロジーを使えば相手が欲しがる言葉を自動生成し 0.1 秒で相槌を打つ自動応答ボットになれる。これこそが感情労働を排除した人間関係の完全自動化ですぞ。これなら傷つくことも失敗して恥をかくこともありません。ちょっと待って、猫さんそれ本気で言うてんの？失敗せえへん代わりに心も変わへんやんか。そんなただの機械やないですか。ふご？何を言っているのですかね。結果として人気者というステータスが得られればプロセスなど無意味。無駄な会話、面倒な喧嘩、仲直りのコスト、それらを全てカットするのが現代の賢い生き方、スマートライフでしょ。あかん、もう我慢できへん。あんたな、おら加減にさらせ。おらスマートライフやて、アホ抜かせ。人間関係の経費削減の対象ちゃうぞ。MCC、急に言語設定が修羅の国に。理論的には効率が。議論もクソもあるかい。失敗して恥かいて顔真っ赤にして、それでもおはようって言うんが人間の値打ちやろがい。全部機械に任して傷つかんように生きて、それ生きてるって言わんのじゃ。ただの肉の塊が呼吸してるだけやんけ。そんな寂しいこと言うなや。不合ごもっともです。人間の尊厳に関わる重大なエラーでした。小平、失礼しました。少し取り乱しましたね。で、結局その効率化の先には何があるんですか？はい、実はここからが本当の恐怖なのです。
もし主人公が私の提案した通りに効率化を進めて無駄な努力を一切しなかったとしたら、彼はどうなっていたと思いますか？楽して人気者になってハッピーエンドじゃないんですか？いいえ、待っているのは虚無の最適解です。誰からも好かれる完璧な振る舞いを最適化した瞬間、そこにはもう彼自身の個性が1ミリも残っていないのです。彼はクラスというサーバーの中でただいいねを集めるためだけに存在する空っぽのアルゴリズムになってしまう。空っぽのアルゴリズム、それってみんなから好かれてるけど誰の記憶にも残らない幽霊みたいなもんってこと？その通りです。作者の森江俊はあえて主人公に無駄な遠回りをさせました。それは効率化の果てにあるディストピアを予見していたからに他なりません。私たちが笑っていた不器用な努力こそが人間が AI やシステムにとって変わられないための最後の防衛線だったのですよ。うわ、なんか急に怖くなってきた。私たちが普段めんどくさいって思ってる人間鑑定のグダグダこそが人間である証明だったんですね。ですから皆さん、明日から無駄話をしましょう。空気を読まずに滑りましょう。それこそが管理社会に対する最大のレジスタンスなのですから。それではまた次回の闇でお会いしましょう。にゃん。